UC エンジニアリングです。今日はですね、チャンネル登録をしていただいた方がなんと500名様を突破ということで、どうしてもお礼を申し上げたくビデオを撮影しております。はい、もう本当に御礼申し上げます。大感謝でございます。しかもですね、最近なんと私のチャンネルを中国語のですね、反対字幕でご覧いただいている方が結構増えてきました。おそらく、反対字ですので、台湾の方か香港の方なんだと思います。そういうですね、海外の方からも、ご覧いただけるようになっても本当に嬉しい限りです。ありがとうございます。もう重ねて御礼申し上げます。で、これだけでは本当に毎回いささかコンテンツ未実行ございますので、またちょっとしたヨタ話を、させていただきたいかなというふうに思います。今日お話しするのは私の相棒をご紹介したいと思います。はい、私ですね、昨年、とあるものを買いました。ハンダゴテです。これなぜ買ったかと言いますとですね、だんだんこう老眼が進んでまいりまして、細かいところをですねぎゅーっと一点見て焦点を合わせられる時間がもうだんだん短くなってきました。すぐに焦点が合わなくなってきてしまうということで、今回ですね、このハンダゴテ、このクイックスイッチなる優れものがついておりまして、ここを押しますともう急激にパワーアップするわけなんですね。ぐーっと熱くなりまして、ですので、大物をハンダ付けするときなどにですね、ここのスイッチ使って、やりますと、短時間でハンダ付けの作業が終わるということなので、このハンダゴテを買った次第です。もう本当になかなかハンダ付けの時にですね、一点を見るのが辛くなってきたということが、原因なんですけれども、このハンダゴテを買う前まではですね、こういうハンダゴテを使っておりました。グッドさんの製品で、型番はもう消えてしまって不明でございます。実はこのハンダゴテ、私ハンダゴテ人生で2本しか使ってございませんで、先ほどご紹介したものとこのハンダゴテになりまして、これは私が中学に入学する時のお祝いとして1980年代の前半だと思うんですけれども、私の父親がプレゼントとして購入してくれたもので、以来それをずっと去年2022年まで使っていたんですけれども、ちょっと、体力というよりかは視力の問題がございまして、買い替えた次第なんですけれども、実はこれだけではなくてですね、もう一つハンダゴテをする自作オーディオにするにはなくてはならないテスター、これも同じ時にプレゼントとして買ってもらったものを今でも使っています。三和さんの U70D というものです。もちろんですね、デジタル式のテスター、デジタルメーターも、併用して使っているんですけれども、こちらも合わせて使っています。二刀流で使っています。でここに取扱説明書がありまして、これをパラパラめくっていきますとですね、謎の数字が書いてありまして、ここに小さく書いてあるんですけれども、ちょっと拡大しますと12-81と書いてあります。これネットで調べると、なかなか知見豊富な方いらっしゃるんですね。これは1981年12月ということを意味するんだそうで、製造年月日と同じかどうかは分かりませんけれども、少なくともこの取扱説明書を印刷されたのが1981年の12月近辺ということですので、私の記憶とほぼ合致しているなと。やはり1980年代初頭に作られて、それを私が購入したものなんだなというふうに思いました。父はもうこの世にはいないんですけれども、こういうふうに父が買い与えてくれた機材を使って、ハンダ付けしてオーディオを自作していますとですね、なんか父親と遊んでいるような気がして、より一層この自作オーディオライフが、楽しくなる、そんな気がします。はい。
ですので、ちょっと僭越ながら私から皆さん、視聴していただいている皆さんへのご提案ですけれども、皆さんもいかがでしょう。お子様、そして、私のチャンネルをご覧いただいている方は、私よりもちょっと先輩が多ございますので、お孫さんなどがですね、小学生に上がりました、中学生になりましたといったタイミングで、ハンダゴテとテスター、プレゼントされるのはいかがでしょうか。そうやってですね、私たちの自らがですね、このハンダゴテマニア、自作オーディオマニアの裾野を広げていくというのも、こうファン層を拡大していく一つの手なんじゃないかななんて思ったりします。それからですね、冒頭で中国語の反対字幕でご覧いただく方が増えたと申し上げたんですけれども、もう一つ最近、私よりも少し若い40代、そして30代の世代の方の、視聴者の方も徐々に、増えてきております。そういった方には私の実体験からのご提案なんですけれども、絶対に先送りしない方がいいと思います。そういう世代の方、おそらくですね、子育てを一生懸命頑張っていらっしゃったり、お仕事忙しく頑張っていらっしゃったりしてですね、もう少し先になって人生に余裕が出てきてからやろうかななんて考えていらっしゃる方多いじゃないでしょうか。いや、もう始めた方がいいと思います。本当にですね、いろいろなところがですね、不具合が発生してきて、楽しいは楽しいんですけれども、ちょっとなかなか辛いとまでは言いませんけれども、もっとこう楽にできたらいいのにななんて思うことも、若干増えてきますので、思い立ったが吉日、ぜひですね、若くて、いろんなところがピンシャンしているうちにですね、始めていただくのがよろしいんじゃないかななんて思います。はい、これからの予定ですけれども、6L6 のプッシュプルアンプですね、いろいろ試行錯誤を重ねてですね、いよいよ自分の気に入った回路というものがフィックスしてきましたので、これを本番機として作っていきたいなと思います。それから別のシリーズでご紹介しました、BOSE のですね 501X 風にですね、ハイレンジのスピーカーとローレンジのスピーカーが分かれた、2ウェイスピーカーを作ったんですけれども、大失敗しました。ローレンジのスピーカーの方が大きすぎてですね、私の、生活環境にはちょっと合わないことが分かって今中断しております。これを何としてもリベンジしないといけません。それからですね、家庭のオーディオ環境がかなり揃ってきたな、これでプッシュプルアンプなんかを作りますといろいろといい感じになってきたなと思いますので、私のもう一つの趣味であります音楽用のですね機材も、少しずつ充実させていきたいな、というふうに考えている次第であります。これからもですね、ますますどんどんいろいろなものを作っていきたいなと思ってます。もう作りたいものいっぱいいっぱい、アイデアはあるんですけれども、はい、順番にやっていかざるを得ません。一つ一つ作っていきたいかなと思ってますので、これからもですね、ぜひぜひご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。本当に皆様チャンネル登録していただきましてありがとうございました。これからも皆さんに楽しんでいただけるコンテンツ作っていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。